こんにちは。今日は可愛いドット模様の少し大きめのバッグを作っていきます。編み方は意外と簡単で、フラットなバッグにしていくので、そこは一周だけ。なので簡単に作ることができます。それと模様編みは四角と扇形、四角と扇形、シンプルな編み方で可愛いドット模様を作っていきます。とても簡単なので、よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で40メートル、使用界隈の目安は8号。これを8号で編んでいきます。この糸はこんな感じで綿 100% で少しガサガサとしています。少しガサガサとしている方がツルツルの糸よりも出来上がりがしっかりとします。で、太さは2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず細長い底を作っていきます。今回の鎖の数は14、19、24、29、34、39、44、49、54という感じで編んでいきます。鎖編みをしていきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま私は鎖を39、鎖39で編んでみて、少し小さいようであれば鎖44、お好みに合わせて好きな大きさにします。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。鎖39編んできました。長さはこの状態で33センチ。私はこれぐらいにしようかと思っています。もうちょっと大きくしても大丈夫です。この鎖の周りを細編みで一周します。細編みをするので、鎖をもう一つ、一つ戻って二つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、細編み、一つ目の細編みにマーカーをつけておきます。次は同じところにもう一つ細編み、これで一つに細編み2つ。今回楕円形にするので、端の鎖は細編み3つにします。こっちも端の鎖は細編み3つ。ここでは細編み2つ編んで、ぐるっと編んで、最後にもう一つ編んで、全部で3つにします。次からは一つに一つまっすぐ編んでいきます。まず隣、次も次もこのまま一つに一つずつ細編みをしていきます。
こでまた3つ編んでいくので、ここぐらいまで編んでいきます。端まで来ました。最後の鎖に細編み3つ。まず1つ目、これが1つ目。同じところにもう1つ。2つ目を編むときに、この糸端を向こうに寄せておきます。この長い糸の下を通って向こう側で、2つ目の細編み、次は3つ目、3つ目を編むときにはこの糸端を手前に寄せておきます。こうすると糸端の処理が簡単なのと、結び目が横に倒れるので見た目が良くなります。次から1つずつ、まずこの3つ入れた隣、この糸端は編みくるんでいきます。次もこのままスタートした方、ここまで編んでいきます。一周してスタートしたところまで来ました。マーカーのついている細編みは1つ目の細編み、この1つ目の細編みの入っているところ、ここに最後の細編み、これで端の鎖に細編み3つ、こっちも3つで細長い楕円形の底が出来上がりました。1つ目の細編みに引き抜きます。で、今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけます。これが引き抜いた糸。ちょっと戻ってみると、これが最後の細編み。最初の細編みに引き抜いて、これが引き抜いた糸。マーカーをつけておきます。後でこれがあると便利なのでマーカーをつけておきます。次から模様編みの側面を編んでいきます。まず鎖5個、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、足元は2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に長編み、ここは鎖の根元、次から数えます。1、2、3、長編み、長編みをあと2つ、これで長編み3つ連続、鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に長編み、
長編みは3つにします。これを繰り返していきます。長編み3つの次は鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目長編み、長編みは3つにします。鎖2つ、これで一周します。このカーブのところでも同じように長編み3つ、2つ飛ばしてまた長編み3つと編んでいきます。一周してスタートしたところまで戻っていきます。側面1周目の終わりまで来ました。またここでも鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、隣に長編み、このマーカーとこの手前、このマーカーをつけたところは引き抜いた糸で細編みではないので編みません。これは編まないで、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に引き抜きます。上が2本、下は1本の1、この位置に引き抜きます。これで模様編みの1周目が終わりました。模様がつながっています。次は模様編みの2周目。2周目はこの四角の中から糸を出してスタートします。このまま四角の中、糸を出してこれをかぶせるようにして引き抜きます。これで四角から糸が出ました。鎖3つ、1、2、3、四角の中に針を入れて長編み、鎖1つ、四角に長編み2つ、これで鎖3つ、長編み、鎖1つ、長編み、覆い型ができました。次からも四角に覆い型を作っていきます。まず長編み2つ、鎖1つ、長編み2つ、こんな覆い型を作っていきます。また四角に長編み、
鎖1つ、これを繰り返していきます。次もこのまま一周します。全部一つに一つの扇形を作っていきます。2周目の終わりまで来ました。これが最後の扇形。最初の扇形に引き抜きます。最初の鎖の下から3つ目、これでつながりました。次は3周目。3周目は四角を作っていきます。この2周を繰り返していきます。次はこの扇形の上に四角を作ります。ここからスタートしたいので糸を移動させます。これでこの長編みの上から糸が出ました。ここから鎖3つ、1、2、3でスリットに長編み、次の長編みの上に長編み、この鎖3つと長編み2つが四角、鎖2つ、また四角を作っていきます。この長編みの上とスリットと長編みの上、これで長編み3つ、鎖2つ、ここ、ここ、ここ、鎖2つ、ここ、ここ、ここ、これを繰り返して1周します。3周目を編んできました。これが最後の四角、鎖2つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで模様がつながりました。次は4周目。4周目は扇形を作っていきます。四角から糸を出して扇形で、この四角から糸を出します。今ここに糸があるので糸を移動させます。隣、もう一回、で四角の中、糸を移動しました。四角から扇形、
鎖3つ、長編み、鎖、鎖3つと長編み、鎖、長編み。次も扇形、長編み2つ、次も四角に扇形。これを繰り返して1周します。4周目の終わりまで来ました。これが最後の扇形。最初の鎖の下から3つ目。1、2、3。引き抜きます。これで模様がつながりました。次は四角。この扇形の上に四角を作ります。四角を作るときには、こことこことここ。今、鎖の上に糸が出ているので、隣に糸を移動させます。このまま、隣、これでこの長編みの上から糸が出ました。四角を編んでいきます。鎖3つ、スリット、長編み、鎖2つ。あとはここと同じです。最初だけちょっと違っています。これからこの編み方で編んでいきます。扇形はさっきの編み方。この最初だけちょっと違っています。あとは同じ。この始め方を繰り返して好きな深さになるまで編んでいきます。この鎖3つの部分、これは繰り返して編んでいくとこんな感じで斜めにずれていきます。あまり目立たないので大丈夫です。好きな深さになるまで編んでいきます。今途中なんですが、糸が短くなったので新しい糸を足していきます。足すタイミングは長編みの途中、最後引き抜くところで新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。この糸端は後で針で隠しておきます。このまま続けます。このまま続けていきます。側面を24センチ編んできました。段数は15段。最後は四角になっています。この長さはお好みで、もっと長くしても短くしても大丈夫です。その場合も最後は四角にします。ちなみに横幅は29センチ。側面の最後は細編みで一周します。今糸が出ているところから続けて細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、根元に細編み、次は長編みの上、
鎖2つの下に細編み2つ、また1つに1つずつ、これで1周します。細編みで1周してきました。1つ目の細編みに引き抜きます。ここで一旦糸を切ります。鎖1つを編むようにして、これを引き締めます。次はストラップを作っていきます。マーカーをつけていきます。まず平らにして脇を決めてマーカーをつけます。で、数を数えて同じ数にします。次にストラップを作る位置にマーカーをつけます。これはお好みですが、私の場合は29センチに端から8センチ、こっちも8センチ、間は13センチ、これぐらいの間隔でマーカーをつけます。細編みの数を数えると、脇につけたマーカーの次から11、こっちも11、間は17、こんな感じでマーカーをつけました。ここからこんな感じでストラップを作ります。で、ストラップは新しく糸を持ってきて新たに始めます。この目立たないところぐらいから始めていきます。脇につけたマーカーは必要なくなります。ここぐらいから糸を出して細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み。この糸端は編みくるんでも大丈夫です。もし見分けにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、次も一つに一つの細編みでここまで編んでいきます。ここからスタートして一つ目のマーカーのところまで来ました。マーカーのところにも細編み、次から鎖を編んでいきます。まず一つ目、これから鎖を編んでいって後でこの鎖が小さくなって見分けにくくなるのでマーカーをつけておきます。表でも裏でも大丈夫です。私は後で裏から細編みをしていくので裏につけました。次は2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、このまま好きな長さになるまで編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。鎖編みを43センチ編んできました。
鎖の数は55。この長さはお好みにします。私は43センチ。次はこれをつなぎます。細編みでつなぎます。まず鎖がねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。私は裏につけておきます。ここも後で小さくなって見分けにくくなるのでマーカーをつけておきます。で、マーカーのところにつなぎます。で、つなぐときはこっちが鎖、長い糸でマーカーのところ、手前から向こう、細編みをします。細編み、これでつながりました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。このまま一つに一つの細編み、ここでまたマーカーのところに細編み、鎖、同じ数だけ鎖を編んでマーカーのところに細編みでつなぎます。で、また細編み、ここに引き抜きます。で、次の段、鎖一つ細編み、ここまで編んでいきます。鎖編みを2本編んできました。最初の細編みに引き抜いて鎖一つ編んで次の細編み、今鎖の手前、足元には一つ細編みが残っています。次はこの鎖の出ている細編み、鎖の出ている細編み、この両脇から糸を出します。ここから糸を出して、ここからも糸を出して、2つを1つにします。まずここから糸を出します。次は1つ目の鎖、ここにはマーカーをつけています。ここに針を入れて糸を出してきて、この3本を一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。次はここ、細編み、次はここ、こんな形になります。このまま一つに一つずつここまで編んでいきます。反対側の付け根まできました。またここでも2つを1つにします。この鎖の出ている細編みの両脇、ここから糸を出して、ここからも
糸を出して2つを1つにします。まずこのマーカーをつけたこの最後の鎖、マーカーのところに針を入れます。で、糸を出して、次は鎖の出ている細編みの隣、ここから糸を出します。一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。こんな形になります。で、次も同じ細編みを一つに一つずつで、この付け根ではこことここ、鎖の出ている細編みの両脇から糸を出します。で、細編み、ここではまた鎖の出ている細編みの両脇、糸を出して一つにします。で、また細編み、ここまで編んでいきます。一周編んできました。最後は針で糸始末をします。少し長めに糸を切って、最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み。一つ目の細編みの次に針を入れます。1、2で、手前から向こうで、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で、裏に出して大きさを揃えます。あとはほどけないように裏で隠します。で、最後にこのストラップの内側を細編みで一周します。一周すると見た目が整うのと、あとしっかりとします。ここぐらいからスタートします。どちら側から編んでも大丈夫ですが、ここに引き抜いた跡があるので、こちら側から編んでいこうかと思っています。で、ここぐらいから糸を引き出して鎖一つ、根元に細編み、この糸端は編みくるんでいっても大丈夫です。隣も細編み、ここでもまたこの角の両脇で2つを1つにします。それまでは1つに1つ。まず
次はこの2本の糸の下、次は角の両脇、まずここから糸を出します。次はこれを一度に引き抜いて、カーブができました。次から一つに一つずつで、ここは引き抜いた糸、ここが一つ、ここに針を入れて細編み、糸端は編みくるんでいきます。次もで、このまま一つに一つ、ここでまた2つを一つにします。この角の前後、ここまで編んでいきます。次の角まで来ました。角の両脇、糸を出して、次はこの段の端、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつ、まずこの端、2本の糸の下、次は次はで、このまま内側を細編みで編んでいきます。ここでまた針でつなぎます。ここまで編んでいきます。一周編んできました。これが最後の細編み。針で始末するので少し長めに糸を切ります。最後の細編みから糸を抜きます。一つ目の隣、1、2、2つ目に針を入れます。さっきと同じです。最後の細編み、最後の細編みに針を入れます。で、裏、で、あとはほどけないように裏で隠します。反対側も同じように内側を細編みします。で、糸端を始末したらあとは出来上がりです。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。
サイズを測りました。縦が26センチ、横幅29センチ、ストラップは43センチ、重さは 170g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。